今私はですね、毎年恒例になりつつあるハワイ島に滞在しておりまして、で今回はね全部で6週間ぐらい滞在する予定で、ちょうど3週間が過ぎた頃なんですけど、このバルコニー、ちなみにバルコニーのことをハワイではラナイと呼びますが、このラナイからの景色が非常に素晴らしいですね。一応ね、海も見えるんです。だいたいここら辺見えてるところはこのうちの敷地です。こっち側も、ほぼ見えてるところはだいたいこのうちの敷地ですね。このバナナも1週間くらい前に収穫したんですけど、やっと黄色くなってきましたね、ちょっと。今回は僕が海外旅行に持っていくアイテム、ギアを全部紹介したいと思います。これがアメニティポーチですね。で、中身はアメニティはだいたいこんな感じで、ね、これがヘアオイル、整髪料代わりですね。で、中身はフラクショネイティッドココナッツオイルっていう固体化しないようになってるココナッツオイルが中に入ってます。で、これが化粧水はなんか家にあるやつ適当にいっぱい入れて持ってきてますけど、これ使い切るのにね何ヶ月かかかるんでね、もっとちっちゃくてもいいですね。ちなみにこれは無印良品で売ってるボトルです。で、顔洗うやつはみんなに未来をっていう米ぬか洗顔にちょっとクレイを勝手に混ぜて、それを使っています。これが一番ね汚れが取れるというか、そんな感じがしますね。これはナルゲンのボトルですね。で、ローズマリーオイル、これは何で持ってきてるかっていうと、このヘアオイル、ココナッツオイルとローズマリーオイルをここに入れて、でこれロールオンになってるんですけど、暇さえあれば頭に塗ってます。っていうのは最近若干白髪が増えつつあるんで、なんか対策になるかなと思ってこれを持ってきてます。だからこれは別になくてもいいんですけどね。これはにがりですね。にがり、化粧水に2滴ぐらい混ぜて顔に塗ってます。一応今ハワイ滞在中なんで日焼け止め、これを持ってきてます。ちなみにハワイはサンゴに悪影響を与える日焼け止めは禁止なんで、日本から普通の日焼け止めは持っていかないようにしてください。これがですね、ビクトリノックスのマルチツールですね。これねすごいよくって、このちっちゃいサイズに爪切りとハサミと、ちっちゃいんですけど、ナイフが入ってます。で、あとヤスリが入ってるのかな。一応ね、そうヤスリみたいのも入ってます。で、前までね僕レザーマンとかすごいねごっついやつ持ってったんですけど、なんかああいうのってあんなに必要ないなって経験上思っちゃって、で今はこっちにしてます。でこっちはね本当何グラムだっけ、50グラムとか60グラムとかね、それくらいの重さだった気がします。レザーマンとかだとね250グラムとか普通にあるんで、300グラムとか、ね、今はこれが一番お気に入りで、出かける時はだいたい持ってきますね。で、何かあった時のためのピンセットと、これは鼻毛カッターですねで自分で髪の毛を切るので、これはねすきばさみを、長期の時は持っていきます。そんでこれがパナソニックのマルチシェープっていうシェーバーなんですけど、これね実は日本で売ってなくて、アメリカとヨーロッパでしか売ってないのかな。でずっと前から欲しかったんですけど、今回ねやっとアメリカのアマゾンで売ってたので今回買ったんですけど、すごいよくって、これは今ひげ剃りなんですけど、ここ取り外すことができて、でこっちに付け替えると、それでこのアタッチメントをつけると、このボディトリマーになるっていう。でしかも長さも変えられる。でこっちは
バリカンですね。そう僕自分で髪の毛切るんでこう刈り上げるところがあるんですけど、バリカンにもなるんですよ。で長期滞在の時はいつもだいたいこのバリカンと、シェーバーと、ボディトリマーとみたいなのがねすごい増えちゃう時が結構あって、でそれ嫌だったんですけど、なんかこれね全部本体は1個でアタッチメントで刃が全部変えられるっていうシステムなんで、めちゃくちゃいいなと思ってずっと欲しかったんですが、やっと買えました。でこれのすごいいいところはなんか結構ねリサイクル素材とか使われてて、で壊れたりしたらパナソニックに問い合わせをするとなんかね封筒みたいなのが送られてくるらしくて、箱かもしれないけど、なんかそれで送り返すとちゃんと全部リサイクルしますよっていうシステムがあるらしくて、今のところアメリカ限定らしいんですけど、なんかね早く日本でもこういうのね発売してほしいと思うんですけど、であとねこれのね一番嫌なところはパナソニックね全部そうなんですけど、このね充電がねオリジナルなんですよね。この端子がこの専用のやつじゃないとこう充電できなくって、ね、僕電動歯ブラシもパナソニックのやつをもうね多分10年以上、買い替えつつ使ってるんですけど、パナソニックのこの電動歯ブラシもこの台がないと充電できないっていうね、もう早く USB-C にしてほしい。もうお願いだから USB-C にしてほしい。お願いしますそうついでなんでこっちが、電動歯ブラシドルツ、これねほんと10年以上多分愛用してますね。これ多分もう3代目か4代目ぐらいですね。多分 3,4 年おきぐらいに買い替えてるんですけど、あと糸ようじ、あとは普通ですね。もうこのケース、飛行機乗る時とか、旅行行く時とかはこういうやつケースに網のケースに全部こういう歯ブラシとかを入れて運んでます。でこういうちっちゃいコップがあるとね口ゆすぐ時にすごい便利です。あとこれも毎日使ってるんですが、ウォーターピック、これもパナソニックですね。この中に水というか、僕いつもお湯入れますけど、歯ブラシ終わった後にこれで最後口の中全部わーってやります。でこれが L ロイテリ菌っていうなんかね、でこうタブレットみたいになってて、夜歯磨きが終わった後にこれを舐めてから寝るんですけど、この中に L ロイテリ菌っていう菌が入ってて、もともと人間の口の中にいる菌なんですけど、その菌がいると虫歯菌と歯周病菌を抑えることができるっていう、そういうやつなんで、これはなんか毎日、舐めてます。舐めるかお湯に溶かしてウォーターピックで口の中に噴射するかどっちかですね。どっちかやってます。でちなみにこのウォーターピック、パナソニックのウォーターピックも充電がこのねパナソニックのオリジナルのやつなんで、幸いもうこのなんていうの、歯ブラシとシェーバーとこのウォーターピックが全部パナソニックなんで、これ1個持っていけばいいだけなんですけど、早く USB-C にしてほしいですよね。ちなみにですね、マルチシェイプにはこのアタッチメントで歯ブラシもあって、これ電動歯ブラシにもなるんですけど、なんかその電動歯ブラシのそのブラシが35ドルくらいして、しかも日本では買えないんで、歯ブラシ結構頻繁に取り替えるので、歯ブラシはこっちでいいかなって思ってます。これがサプリ系ですね。黄色いのがマルチビタミンミネラルで、これバイタミネラルグリーンってなんか昔からあるアメリカのやつで、毎日午前中はお庭の作業をしてるんですけど、すごい汗かくんで、この電解質のパウダー、これを、お水に溶かして飲んでます。でこれはプロトンとケイ素の恵みっていうなんだろうね、活性酸素を除去するっていうやつです。これも1日40滴ぐらい飲んでます。
でこれが今回使ってるバックパックですね。 PGY テックの25リッターのバックパックなんですけど、背面がガバッと開いて、でカメラとか今回はここに入れて、でスーツケースに入れられない、バッテリーとか、一応これドローンのバッテリーなんですけどとか、これはモバイルバッテリーですね。まだ1回も使ってないけど、なんかね、モバイルバッテリーはどんな旅行をするかによって全然使わない時とめちゃくちゃ使う時とあって、今回はね全然使わないので持ってこなくてもよかったかなと思ってますね。これもまだ1回も使ってないけど、一応ね DJI のマイクミニを持ってきてはいるんですが、今回は使わないかもしれないな。一応レンズもね 16-35mm も持ってきてるんですけど、最近本当ずっと全部24-70で撮ってますね。で、これがメインの入れるところで、こっち上部はこんな感じでガバッと、ここにねカメラ入れるとかでもいいので、今回は飛行機だったんで、ここになんていうの、メガネとか歯ブラシとか、お財布とかパスポートとかここに入れて使ってたんですけど、ここにカメラを入れるでもいいと思います。重量もね、1.5 キロくらいだったかな、もうちょっと軽いと嬉しかったかなっていう感じはしますけど、25リッターっていうサイズがね、なんか今はちょうどいいですね。今回はとにかく荷物を少なくしたかったので、特に機材系いつもすごい持ってくので、ここら辺にねなんかポケット1個欲しかったなって思いますけどね。ここ何にもないんで、ただのカバーなんで、ポケットがどっかに欲しかったなっていう感じですね。でこれもね PGY テックのやつなんですけど、なんかバックパック背負いたくないけどカメラを保護できるショルダーバッグ欲しいなと思って、いい感じのがあったんでこれをねゲットしてみたんですが、これなかなかいいですね。そんなに重くないしね。これもねもうちょっとポケット欲しかったなっていう感じですね。でこれも中に仕切りがあって、こう分けて機材を入れたりすることができるので、結構いいですね。で今回もアクションカメラは DJI のアクション5 Pro を持ってきていて、でこの中に持ってきてるアクセサリーはこれで全部ですね。これ使うかなっていうやつはねとりあえず全部持ってきたんですけど、それでもこれで全部です。でバッテリーのね持ちがすごいいいっていうことがね十分に分かっているので、今回はね予備バッテリーはね持ってきてないです。本当これだけですね。カメラは、α7S3 に、ケージとハンドルとアトモスのシノビ2で、三脚はジッツオの GT1545T っていうトラベラー三脚ですね。で結構重たいので長期じゃないと持っていかないんですけど、一応テーブルトップ三脚でリアリーライトスタッフのこのちっちゃいやつ、これもねあると便利なんで持ってきてます。そうで、このシノビ2のモニターになってから、このバッテリー、今ねこれビルトロックスのバッテリーつけてるんですが、給電できるんですよね。このモニターのこのバッテリーからここを USB-C でカメラ挿すと、今ねこの充電マークがついてて、充電しながら撮影できるって、これ充電マックスだと3時間ぐらいずっとつけっぱなしで録画できるので、あったら便利かなと思って今回も持ってきました。でガジェットをちょっと並べましたが、 MacBook、これは編集とかするのに絶対必要なんで持ってきていて、でね一応後ろにモフトのなんていうの、このスタンドついてるんですけど、ソディっていうブランドのこれがですね結構よくて、なんか高さも結構変えられるし、でこれ畳むとね
めっちゃ小さくなるんですよ。でしかもそんな重くない。どれくらいなんだろう。150とかなんかそれくらいかな。で、しかもすごい安定してて、でしかもこのパソコン引っ掛けるところが出過ぎててなくって、なんかね、ここがパソコンより出てこないんですよ。だからこう手を置いても引っかかんないっていうのですごいいいなと思っています。これが iPad Pro ですね。しかもだいぶ前のやつですけど。で、普段ね iPad って持ってこないんですけど、海外とか絶対に。でも今このドキュメンタリーの映像の編集をしてて、ね、タイムラインがめっちゃすごくって、でしかもこのなんていうのかな、スタックドタイムラインでタイムラインを2個表示したりするんですけども、それやるともう全然見えないというか、画面がこれ一応16インチなんですけど小さすぎてやりづらすぎるので、 iPad をですねセカンドモニターにすることができて、サイドカーっていうやつなんですけど、で今ねパソコン、これが今2画面になったんですけど、でこれでワークスペースでビデオクリーンフィードでこうすると、ほらこの編集してる時の映像が iPad に出るようになるんですよ。だからここパソコン側をめっちゃ小さくしてもこっちで映像を確認しながらできるんで、このタイムラインめっちゃ広く使えるみたいな感じでできるんですよね。ということで持ってきました。iPhone と、あとこれ iPhone 充電するやつですね。でなんか結構しっかりしてるやつで、今ねもう使ってないんですけど、一応 Apple Watch とかも充電できるようになってたりして、で下の方はこれはテクニクスの AZH80 だったかな。今はなんかね100っていうフラッグシップモデルが出たらしいんですが、今はこれを使っています。でイヤーピースはコレイルのアルミのやつにしてあります。アンカーの USB-C が2個あるやつが2つ今回持ってきてて、ちょっとね長期滞在でいろんなところで充電したいので今回は2つ持ってきていて、でこれすごいよくって、いつも海外行くときは延長コード電源の持っていくんですけど、この CIO っていう会社のやつがこれね本体収納してくれて、コードで長さはね50センチぐらいなんですけど、これだけあれば十分で、しかも USB-C が2個と USB-A が1個で、ここがコンセントを2箇所させるようになっているっていうね。それで重さが 220g とかだったかな。すごい軽くてコンパクトで、今まで使ったやつの中では一番いいです。でしかもこれを本体に巻きつけて、でこのコンセントのところに挿すと、こういう感じでめっちゃコンパクトになるっていうね、これは非常におすすめです。で USB-C のケーブルは今このねマグネットのやつをいっぱい持っていて、今回4個持ってきたのかな。でしかも充電してる時のワット数が表示されるタイプのマグネットのやつの1メーターかな、長さはね。これをいっぱい持ってきてます。でソニーのカメラのバッテリーの充電器と、これはモニター用のバッテリーとその充電器で、これがピークデザインのテックパウチの中はいろいろ、こっちは有線のイヤホンと、そう有線のイヤホン持ってる理由は、あんまり Bluetooth を耳に挿しておきたくないっていうのと、あと動画編集してると Bluetooth だとねやっぱねコンマ何秒かなんか遅れるっていうか遅延があって、音ハメしたいときは有線に限ります。一応バックアップ用のこれは HDD ですね。4TB とか。そう、これもね、モバイルバッテリー持ってきたんですけど、まだ1回も使ってないですね。なんか、マグネットで iPhone につけられるタイプで、しかも、
こうスタンドにもなるっていうやつですね。でこれはね、これも PGY テックのやつなんですけど、最近ですね、ここの ND フィルター、可変 ND を西の Swift っていうやつに変更したんですけど、西のフィルターセットにも純正でケースがついてくるんですけど、フィルターいっぱい入れると西の純正ケースはね、これくらいしかもう閉まんなくなっちゃって閉じることができなくなるんですよね。でもう全然使い物にならないので、僕はねこれ 95mm のフィルターを使ってるんですけど、 95mm のフィルターはね 5,6 枚ぐらい入れても、全然閉まるので、西のケースに不満を抱いている方はこの PGY テックのケース結構おすすめです。これが、今使っているロードのワイヤレスプロですね。経験上これがすごいワイヤレスマイクの中では一番音がいいんじゃないかと思います。こっちはいつも使っている MKE600 ですね。これはマッサージガンですね。主に足裏、この尖ってるやつで足裏やったり、太ももとかふくらはぎとかやったりするんですが、これはね、旅行の時あると結構便利です。で、これ結構重いんですけど、6パッドからすごい軽いやつが出てて、で僕ね、旅行の時はそっちを持っていくことが多いんですけど、今回は長期滞在ということでこっちのでっかい方を持ってきました。でこれは筋トレ用のチューブですね。この VRTX っていうブランドのゴムバンドなんですけど、これで今のところ毎日1日も休まずに筋トレをやっております。一応ね、携帯でも何か撮るかなと思ってモーメントの 58mm と可変 ND ですね。これ持ってきてるんですが、まだ使ってなくって、というかこれはね、モーメントっていう会社のやつなんですけど、この前サンドマークっていう別のアメリカの会社の iPhone 用のレンズを売ってるブランドがあって、でそこの iPhone 用のレンズもいくつか買って、で多分今週か来週くらいには届くので、来たらまたいろいろ撮ってみようとは思っておりますが、で次は洋服ですね。でまずはパンツですね。これは来るとき履いてたジーンズで、一応ねこれもリーバイスのオーガニックコットンのやつで、これはバリで買ったヘンプのショーツで、これは庭作業するときによく履いてる大和道の5ポケットショーツだったかな。これもめっちゃ気に入ってますね。でその下にいつも履いているワコールの CWX っていうやつですね。縫い目のない2.0 っていうタイプの方です。これ履いてないと蚊に刺されるんで。でこっちがパジャマ代わりになっている、こっちも大和道なんですが、これはメリノパンツ、メリノウールが 98% かそれくらい入ってるやつで、こっちはパタゴニアのテルボンヌジョガーズですね。これ 170g ぐらいでめっちゃ軽い。ハワイアンコークとかね、もうめちゃくちゃ寒いので冷蔵庫かなっていうぐらい冷える時あるんで、そういう時にこういうのを1個持ってるといいと思います。で下着はもう全部メリノウールですね。これもそう、これもそう。これはアイスブレーカーだったかな。アイスブレーカー、スマートウール、こっちはワンノバですね。全部メリノウールです。下着はね、メリノウールしか買ってないです。で、靴下もね、庭作業するときに絶対必要なんで、結構長いやつをいっぱい持ってます。で、これが一応ウェットスーツと海パン。そうで、ハワイ島っていうかハワイはですね、別にウェットスーツなくてもいいんですけど、日によっては結構寒い時があって、なんでこれが
これ一番薄いやつなんですけど、多分 1.5 ミリとかかな。なんかこれくらいのがあると、どっちみちね、日焼けしたくないんで、長袖のラッシュガードとか着るんで、それだったらちょっとあったかいこっちにしとこうかなっていう感じで、いつも一番薄いウェットスーツを上だけ持ってきてます。こんなところかな。参考になったかどうかは分かりませんが、皆さんも海外旅行を楽しんでください。では。